はい、皆さんこんにちは。アイロニの谷口です。今日も束ね語りしていきます。今日のテーマはですね、パリスタイルとかフレンチスタイルって何っていうことについてよく聞かれます。僕らのスタイル、アイロニーのスタイル、僕ら、今はアイロニースタイルと、独自のものだという解釈で、パリスタイル、フレンチスタイルっていう言葉はあまり使わずに、アイロニーはアイロニーのテイストがあるなっていうふうに考えて、アイロニースタイルというんですけども、ベースというか大きな括りで言うと、フレンチのスタイルに、属するかなと思っています。で、このフレンチスタイルとかパリスタイルって、いわゆるなんでしょう、日本で、パリってついてるとなんとなくいいイメージとか、フレンチってついてるとなんとなくいいイメージっていうような意味合いもあって、よくね、使われている言葉であるなと思うんですけども、全くそれぞれやってることをそれぞれのフローリストは違います。で、日本で、パリスタイルと、言って、仕事をしているフローリストたち、フレンチスタイル、って言って仕事をしているフローリストたちもそれぞれみんな違うので、これから始めようっていう人はちょっと混乱する。あの人もフレンチスタイル、パリスタイルって言ってるし、この人も同じように言ってるけども、どうも花の雰囲気は違うな。何をもってフレンチスタイル、パリスタイルっていう風に言うんだろうっていうような疑問を持つ人がすごく多いので、ちょっとどういうことなのかなっていうのを、ざっくりですけどね、僕の考えです。これも正解ないと思います。ジャンルみたいなものなので、なんですけども、僕日本に2つ店をやって20年この花の仕事をしてきて、パリにも店を持って両方で、仕事をしてる。20日間パリで10日日本っていうふうに毎月行ったり来たりしてるんですけども、こういう両方の、花の仕事を見ていく中で、パリスタイル、フレンチスタイルっていうのは、いわゆるこういうことを目安に考えてもらうといいんじゃないかっていうのをお話ししたいと思います。まずですね、フランスと日本の花の違い、花屋の違いとかっていうのを、知っておく必要があるなと思うんですけども、僕例えばニューヨークに行ったりオランダに行ったり仕事させてもらったりして、いろんなところの、マーケット、市場ですねなんかを見て、そこで、アイロニーのスタイルをしようと、しないといけないっていうような仕事があるんですけども、それをしようとしてるとね、やっぱマーケットの違いってすごく大きいんですよ。こういう、マーケット、市場の花市場の環境があって、こういう素材が、流通してる、手に入りやすいのでこういうスタイルになってくるんだなっていうのが、すごく大きく影響しています。なので、まずはね、日本と、フランスの違いを考えると、日本はね、花市場っていうのはオークションの仕組みがあります。オランダもオークションの仕組みがあります。いわゆる競りと言われているものです。で、そうすると、僕ら花屋は、競りで花を買うっていうふうになると、文字情報、どこそこの産地の何ていう品種品目の等級が、何っていうもので、花がある程度判断できないと買えないんですね。物を見て買うわけではないので、そうするとね、花農家さんはその等級に合わせて花を作っていく必要があるんですよね。で、オランダで流通している花
と、日本で流通している多くの花っていうのはそういう風な形で、出来上がってきています。だから、どっちかっていうとなんか企画商品みたいな感じのまっすぐピーンとねなってる感じ。バラなんかもねピーンってなってますよね。ああいうで咲き加減も、同じ箱の中、同じバケツの中では大体同じくらいのものじゃないと、判断できないっていう風な形になってるんですよね。でそれに対して、フランスの市場、ランジス市場というところは、8割9割はオランダからの花なんですけども、この市場の面白いところは農家が直接作った花を持ってくるブースみたいなのが2割あるんですね。2割あります。だいたい2割ぐらいかな。で、その農家たちは花を売っていくのに競りのことは意識しなくてもいいじゃないですか。フランスの市場、ランジス市場にはオークションの仕組みがないので、文字情報なんかは別に関係ないんで、もうただ、旬の育ってきた花をバーッと切ってでバケツに入れてそれを、ブースで販売するっていうようなイメージ。いろんなことはもちろん農家さんのね苦労みたいなのはありますよ。もちろんあると思いますけども、でもイメージとしては随分コストはかけずにラフな感じで、花を生産して、それを、そのまま選果というかね、その咲き加減とかをね全部揃えたりなんかせずに、販売してるっていうような部分があるので、まっすぐこう仕立てる必要とかもそんなにないんですよ。もう育ってるものを切ってくるっていう感じなので、曲がりの強いものとかね、そういうのもたくさん入ってます。なので割とフランスの方が、フランスの市場で流通しているものの方がすごい自然な感じが強い。あとね日本と比べるとね農地がおそらく随分広くて、安いんだと思います。で日本は農地に対しての生産性を上げていくためにいろんな工夫をしてるんです。ハウスを、使って、燃料を焚いて温度管理をしたりとかね、同じ、種類の花を、割と長い期間ね出荷できるように工夫したりみたいなことをされてるしてくれてるだと思います。でそれに対してねフランスの、農家たちは割ともうあんまりもう季節に逆らってない感じで冬なんかはもう休んでるんですよ。市場にも来ません。冬何も、咲かないできないので、枝物の、ブースの人とかはね、冬場も来てますけども、花育ててる人なんかはもう冬休んでるんで、ランジス市場はね冬のランジス市場はちょっと面白くなくなるんですよ。オランダからの花ばっかりになってくるんで。でそういうこう無理をしてないというか、コストあまりかけてないので花が安い。まずね、農地もおそらく安いだろうし、コストはあまりかけてない旬のものだけを扱っているので花が、
安いです。その農家の花を買うと、安くでたくさん手に入るみたいな感じ。葉っぱなんかもね、生えてるのをわーっと切ってくるんで、日本だと葉物、花と同じぐらいの値段するんですけども、パリの、花屋っていうのは今でこそそんなことないですけど、昔は花を買うと葉っぱはタダでついてくるみたいな、感じだったらしいです。だからこの辺のお客さん、うちのお客さんなんかでも年配の人とかはこれ葉っぱつけてくれんのみたいな感じで、もうタダだろみたいな感じの人なんかもたまにいます。でまあ、葉っぱたくさん使えますよね。葉物たくさん使えるし、ピーンと育ててない曲がりの強いものとかを、が手に入りやすいので、自然なテイストのものは割と作りやすいし、パリスタイル、パリの人たちは都会で暮らしていて、田舎がすぐ近くにあるので、田舎暮らしみたいなのに憧れを持ってたりして、別荘を持ってね、田舎の農村に別荘を持ったりして週末そこで過ごすみたいなことをするので、ナチュラルなテイストのもの好きな人多いです。であとはね、気温が日本よりもちょっと涼しいですよね。1年通して基本、ちょっと涼しい。夏7月に4月8月にちょっと暑くなるかなっていうぐらいで、ほとんどはもうずっと涼しいので花持ちもやっぱりいいですよね。で花が安くで手に入って花持ちもいいので、パリジャンたちは、パリの人たちは花やっぱり飾りやすいです。普段から買いやすいですよね。でたくさんの花を、使えるっていうので、花屋自体もね、これ花屋の違いまずあるんですけども、花屋自体も、日本とちょっと変わってきていて、商売の形態が、束売りしてるところが割と多いんですよ。わかります？日本だと、ブーケ頼む、アレンジ頼むってなると、これ3本これ3本とかって言ってちょっとずついろんな花混ぜていくみたいな感じなんですけど、パリだとね、割と多くのところが1種類の花をもう10本とかで束売りしてるので、ブーケいくつか混ぜてブーケ頼むっていう時に、1種類の花がたくさん入ってくるんですよ。10本これ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 混ぜようかみたいな感じになることも多いので、基本的にはそのパリスタイル、フレンチスタイルっていうものの特徴を表すと、すごくナチュラルなテイストのものが強い、ナチュラルなテイストが強くなりがちで、素材の関係でね。で、花もたくさん使われていて、多品目の花が少しずつ入ってるっていう日本の感じじゃなくて、旬の素材がたくさん入ってる感じ、一種類の花がたくさん入ってる感じが、いわゆるこう最大公約数というか、どこの、フローリストたちにも見られがちな、そういうのあえてやってないところとかね、全然違うテイストのところもちろんあるんで、一概に全部が全部、パリのフローリストたちはみんなこんな感じでしてますよっていうのは言えないですけども、割とそういう風になりがち。そういうぐらいのくくりなんで、いろいろそれぞれみんなテイストがもうバラバラです。で特に
パリの人たちはオリジナリティすごく評価するので、なんかこうオリジナリティのあるものを、作っていきたいとフローリストたちも思ってるし、素材がね、旬の素材しか出回らないんですよ。さっきも言った農家があんまり、無理せず季節の花だけを出荷するような感じになるので、じゃあ芍薬の季節にはもうみんな横並びで芍薬どの花屋行っても大体同じ花が並んでるんですよ。でそういう中で、フランス人の生地師としてオリジナリティを出したい、自己主張したいなみたいな感じになると、スタイルを変えていかないとダメなんですよね。なのでフランスの方が何か新しいスタイルっていうのは花の世界でも生まれやすい。で、今のいわゆるパリスタイルっていう、イメージの花もそういうこう中から生まれてきてるっていうのがあって、パリではね、パリの花業界では、2度革命が起こってるっていうふうに、認識されてます。割となんか僕これ一般のお客さんから聞いた話で、花業界の人じゃなくて、一般の人にそういうふうに認識されてるんだなっていうふうに。でもちろんね、こっちの人はまあ花、日本でいうまあレストランなんかと一緒の感じでよく使う、ものなので、花について、花業界について詳しい人すごく多いので、一般の人がそれを知ってたからっていうのもね、またちょっと日本の雰囲気とは違うところがあるかなとは思うんですけども、こういう話を聞きました。パリでは、今までで2度革命が起きている。でその一つは、ムッシュ・ジョルジュ・フランソワという、フローリスト、今でも現役で仕事をされてます。ムッシュ・ジョルジュ・フランソワがブーケロン、こういうのも丸い形がベースになってますよね。随分動きのある形のブーケになりましたけども、ブーケロンっていうまん丸いブーケよく見かけますよね。ブーケロンっていうのを、ジョルジュ・フランソワというフローリストが、作り始めた。でそれが、すごく人気が出て、パリ中にもそれが溢れたと。でそれまではね、どんな感じだったのっていうと、パリの花業界も割とこうテクニカルな形で、オランダみたいなスタイルというか、なんか形をね作ったり、こう細々したようななんか、工作みたいなことなんかも、国家資格のね、フランスの、国家資格、花の国家資格では割とそういうことをするみたいなんで、それはかなりジョルジュ・フランスの革命以前っていうのは花屋みんなテクニカルな感じのことをしていたっていうふうに聞いてます。もう30年とか40年ぐらい前のことなんで、僕も全然生まれたてぐらいの感じなんで、それ実際見たわけじゃないのでどうなってるかは知らないんですけども、僕クリスチャン・トルチュが店に来てくれて、話す機会があった時に、そういうふうな話を、教えてくれました。でその、今話にも出たクリスチャン・トルチュっていうのが、フランスの、花業界2番目の革命を、起こしたっていうふうに言われていて、クリスチャンはそれまで花材として流通していなかった、価値がなかったものに美しさを見出して、それを市場に流通させた。例えばね、グラミネって、フランスだと言うんですけど、イネ科の雑草、
日本でも花の素材でもう今はもうすごく一般的にあります。グリーンスケールとかスモークグラスみたいなイネ科の雑草のものなんかは、当時はもう、雑草ですからね、そういうのは、市場では流通してなかったんです。いわゆる花っていうものしか流通してなかったんですけども、そういうものも同じような植物の美しさを持ってるっていうふうに、彼の哲学から、そういうのをブーケに積極的に取り入れたんですね。新しい素材をどんどん取り入れて、で彼は、ロワールの、田舎で育ってそういう景色が美しいと思って見てきたので、それをブーケの中に表現した。で、それが2番目の革命と言われています。なので、すごくナチュラルなテイストのもの、シャンペトルスタイルとかね、田園風景みたいな風に言われるようなスタイルも、そういうところから生まれてきているっていう風な感じになっていると。でそういうのがひっくるめて、パリのスタイルとして認識されている。で代表的なのはやっぱりその2人の生み出したようなスタイル、ブーケロンだったり、シャンペトルスタイルっていうようなもの、すごくナチュラルなテイストのものなんかが、いわゆるパリスタイルっていうものの、最大公約数意味としては最大公約数的なイメージとしてはあるんじゃないかなっていうふうに考えてます。でも2人とも、それぞれの花を細かく、スタイルテイストみたいなものを見ると全然違うことをやってるので、これがパリスタイルだよ、これがフレンチスタイルだよみたいなことは、細かいテイストのことで言うとちょっとナンセンスなんですけども、大きいくくりで言うとなんとなくそういうイメージわかります？喋りだけではちょっとわかんないですね。ちょっといろいろ見てください。見てみてください。ジョルジュ・フランソワの花とかクリシャン・トルチュの花、見てもらうと。でアルニの花、僕はこれ後々わかるんですけども、いろんなフロリストから影響を受けてきたんですけども、クリシャン・トルチュからの影響を受けたところで共通点とかがすごく多かったなっていうのが後々こう分かってきてすごく意識するようになったし、クリスチャンがそれを見て僕の店に来てくれて、いろんなことを聞いてくれたりとか、今割と仲良くさせてもらってるんですけども、そういう部分でも共通点というか、お互い感じる部分があったっていうことも僕にとってもすごく嬉しいことではある。すごく感謝しています。すごく感謝しています。クリスチャンがしてきたことで、僕にインスピレーションを与えてくれたことにはすごく感謝しているので、また今度、別の動画でね、そういう僕自身が、お手本にした僕自身がいいな綺麗だなと思って、インスピレーションを与えてもらった、いろんなフローリストについての動画なんかも、またこの束ね語りシリーズでやっていければなと思います。で今日明日バレンタインなんでちょっとこういう赤系のブーケを束ねてみました。すごくナチュラルな感じ、枝物のね動きだったりつるのものなんかオランダの花とかね日本の花も入ってます。はい、これがアイロニーのスタイル、になります。いろんなものを少しずつミックスさせているような感じで、ベースには、自然な雰囲気、花が持ってる色気と自然のバランスっていうのを、感じさせる花っていうのがたくさんの人に綺麗と感じてもらいやすいんじゃないかなと思って、それをコンセプトにしているのが、アイロニーのスタイルになります。ベースはね、フレンチのスタイルからたくさんインスピレーションを得て、ここにたどり着いたなっていうふうな
感じでいるので、そういう先輩のフローリストたちにはすごく感謝しているので、どんどん、そういった人たちの影響を与えてくれた、フローリストたちの名前もどんどん発信していけたらなと思っています。はい、ということで今日は、ちょっと取り留めもない感じになりましたけども、ブログとかね記事でもちょっと詳しく書いているので、それも見ていただければなと思います。Facebook とか Instagram なんかでもフレンチスタイル、パリスタイルって何なのみたいなことを書いてて、概要欄にちょっと探してリンクを貼っとこうかな。はい、という形で今日も束ね語りでブーケを束ねてみました。チャンネル登録者がすごく増えてくれてます。嬉しい。ありがとうございます。ぜひぜひ、まだという方はチャンネル登録してみてください。よろしくお願いします。ありがとうございます。